まーさんのレトロゲー、のんびり実況始まるで。忍者ハットリくん、やります。レベル4に変更しましたか？当時は結構最後までいけたけん、せっかくだから俺はこの最高レベルを選ぶぜ。そんなことを思ったので、最高レベルでのチャレンジです。ほな行くで。どいどい。かなり久しぶりの服部勘蔵。はじめにちょっと対策をしたいと思う。言いますと、この時点でバチらせてもらいます。忍術を全種類、さらに残機も9まで増やして完全対策。なるほど。普通であれば縛りプレイをするところ、より安全に進みたいと。なんせ相手はレベル4。準備しとかんと進める気がせんのよ。正直でよろし。はじめに全ての術を取り、軽快な全クリを見せてください。全術取っても不安やけどな。なんせレベル4ですからね。ところで、術はわかるのですが、残機も増やせますか？それよ、噂では影千代で増やせるらしいで。なんと、あの忍術泥棒猫、攻撃しても追い返すだけで倒せんけど、手裏剣16発で1アップらしいわ。さすがハドソン16発。高橋名人やったら1秒で1アップやな。16連射。うちら庶民は連射で金券。こんな感じで影千代を狙う。金縛りの術です。忍術盗まれたことは見なかったことにしましょう。1アップや。動けなくなった影千代に容赦なく16発。連射で金でも忍術でなんとか。油断大敵。仕上げてきたで。お疲れ様です。開幕に影走りの術。木に隠れとるちくわ取る。重要。本来この場所でジャンプすると何かが起こるのですが、ノーミスでないとあかんのが条件の一つやっけな。確かそんな感じですが、忘れました。今回はゆるくやっていくで。情報収集や正確さはそこそこに、お気楽プレイです。スピードアップ使って走ったら避けていってくれるん。雲乗り忍者登場。さらに雷忍者登場。雷ダメージは2でちょっと痛いです。肝臓が焦げとる。黒くなっちゃってますね。煙巻き。煙巻きのハートを取ると P が全回復します。煙巻きとは仲良しなんよね。煙巻きは本当は服部くんの友達なんです。このライフ全回復は後半行くほど助かるんよ。回復する手段は案外乏しいのです。お化けはやばい。体当たり食らって運悪かったら、張り付かれてそのままエッパで10割持っていかれる。できるだけ近づかないようにしましょう。格ゲーオツ。一面クリアや。父上がお出迎え。各所で有名なご褒美と鉄アレイや。難易度レベル4ですので鉄アレイの数も増えています。正味の話地区は集めとる余裕はない。鉄アレイ避けるので精一杯です。ご褒美長いな。次から飛ばしますか？父上からの仕打ちも一遍見たら、もうええかもな。グッドラック。結果発表も長いな。次から飛ばしますか？せやな。次から飛ばそう。一回見たらもう良いですね。2面の始まりや。レッツゴー。影走りの術を使いたい。はよう巻物が欲しい。この木にはちくわがなっとる。収穫の時期です。道中のちくわを20本集めると、いいことが起きます。ゴールの父上のちくわとは別物なんや。収穫風景を早送りしておきます。正直助かる。甲賀忍者が出てきました。待ちわびたぜ。甲賀忍者が来ないと、忍術が増えませんから。このちびっ子たちは敵やけど味方のようで敵やけんほふります。待望の巻物。早くスピードが取りたい。グラディウスと勘違いしている様子。この速さを基本と感じるんは、グラディウスと一緒や。初期スピードでビッグバイパーを操る人はいませんからね。ほんで、巨大フルーツ。忍術盗まれた。全部逃げられてどれんで。残念でした。一面では忍術を集めていて条件を満たせませんでしたが、すべてのステージに巨大フルーツポイントが設定されており、各ポイントでジャンプすると、背景が白黒になり、甲賀忍者と雲乗り忍者が巨大フルーツに変化。さらに変化しない敵は弾を撃たなくなります。巨大フルーツは4000点から8000点。点数で1アップ狙えるけん、取った方がええで。こちらでも隠しアイテム、特定の場所で手裏剣を投げると出現。今回は太巻物やったわ。取ると忍術が4つ手に入ります。得点の10の位が偶数の時出るで。奇数の時はまた別のアイテムが出ますが、それはまた、その時にでも。崖通り抜けた。命拾いしたな。張り付かれてエパ10割やられるところやったで。格ゲーオツ。ゴール。クリア後も続く父上の仕置き。忍ともカンとも。この始まり、ゴールと一緒の音楽やったんやな。父上のご褒美タイムと点数計算が長いので気づきませんでした。ほんまそんな感じ。さてさて、始まった3面ですが、もうすぐ川が見えてきます。ちくわ。拾いますか？集めときたい。雲乗り忍者がじゃんじゃん出てきてます。うぬぬ、ここのちくわは諦めた方が良いか。
雲忍者が面倒ですし、ここは有名な肝臓によるギリジャンやで。助走をつけてギリジャンしないと川に落ちてお釈迦です。思い出しただけでも背筋の凍るギリジャン。昔はよく落ちました。水雲の術使うて水面に浮かばんと進めんかったわ。ほんとそんな感じでしたね。何かお探しですか？この辺りに巨大フルーツポイントがあったはずだと。あったはずなんや。白黒場面にならんな。諦めます。諦めんで。あった。嘘ではなかった。嘘とか言わんし。くっくっく。巨大フルーツを待っている。裏に影千代が潜んでいた。お見通しです。甲賀忍者を倒してメカニンを呼ぶ。これで影走りが使える。スピードアップは使いたい。すでに影走りの速さに慣れてしまった様子。ああ。何かありましたか？そういやここにも。すっかり忘れていた。鍵です。スピードアップは次に取っとくわ。鍵ゲット。鍵ゲット。リンクの冒険のんびり実況を思い出す。めちゃめちゃ鍵ゲット言うた。アークチュ。鍵を取ると6画面先まで導いてくれるそうです。助かったわ。忍術が満タンなので甲賀忍者を倒したくない。なぜか避けたい気持ちに。お化けにはくれぐれも注意してください。かすったら10割持っていかれるけんな。今ですと3割で十分お釈迦です。3割うまい。また餃子の満州を振ってしまった。爆弾入り乱れる中に力。冷静に待って力ゲット。ゴーホール。父上のご褒美は颯爽と飛ばし、4面スタートや。開幕にヘイストを唱える。忍術を強引に魔法で解説する赤魔法使い。私は物理は苦手です。影千代に盗まれてもた。回避できたように見えたんですけどね。巻物加えたドラ猫、追っかけて。サザエが思い浮かぶ。ほんで忘れたらあかんのが、巨大フルーツポイント。敵が弾を撃たなくなるのも重要です。雷忍者地帯を安全に通れる。フルーツ撃破。間違うた。巨大みかん、2個ゲット。思ったより取れんな。1個8000点。100個ぐらい取りたい。80万点ぐらいすぐですよ。大胆な発言。そんなことよりも目の前の力よ。せっかく果物4つ取ったのに、力取れませんね。水雲の術をケチった弊害がこんなところで出たか。消えちゃいますね。フルーツがある。また4つ取りますか？雲のりが邪魔してきて。レベル4は10体が1セットですから。ゴール見えたし諦めるか。ゴール。父上は鉄アレイ投げすぎやと思います。レベル4なので、仕方がないですね。5面は夕方。時間の概念も入れてきた。そんなことよりも早くスピードアップが欲しい。そんなこと言われた。ほら、メカニン来ましたよ。取る前に、影千代に手裏剣投げとく。泥棒猫はさっさと追い払いに限る。影走り。肝臓はヘイストを唱えた。忍術を魔法で実況するやつ。クックック。雷がヒット。避けるんあんま慣れとらんの。ここで魔法の準備。悪霊祭。あれ？音楽変わっただけでした。スコ稀に出てこない時があるようです。音楽でビビらせるやつ。印籠ゲット。隠しアイテム出してやりました。力も出現。体力は印籠で満タンやった。あとはクリアするだけですか？忘れたらあかん。巨大フルーツポイント。巨大フルーツはなく、お化けの巣だったのよ。はよう逃げんとやばい。柿が出てきた。が、一歩も取れずじまいかよ。ヘイスト中は駆け抜けたい衝動が止まらない。思いっきり走りたくなるんは確かや。ゴールゴール。さらに工夫して父上からスムーズに逃げるで。これはまさか。音楽つなげてみたけど、どうや？ゴールから息をつく間もなく6面スタート。ゴールとスタートの音楽。当時は同じだと気づいていませんでした。同じやと気づいてしもたら、もうつなげてまとめるしかないや。スムーズすぎて少しは休みたい。休み言うてもあれやで。鉄アレイを何本も頭に食らうだけやで。あの長すぎるように思える鉄アレイ地獄が、実は癒しになっていたのだ。どうでもええわと感じ取ったあの点数計算も、実は中枢になっとった。それは大いにある。飛ばしてみて分かった。父上の修行のありがたみ。それはどうだろう。巨大フルーツポイント。父上から唐突に灰色の世界へ。しかしフルーツは皆無。鳥の玉を封じただけでもよしとしますか。太巻物も出たし、よし。術を準備する肝臓。白病細ゾーンや。音楽が変わった。撃破。準備した回がありました。ボスを倒したら影走りの術。川をヘイストで乗り切るつもりか。八方手裏剣の術が強い。5方向ですが八方。川の次は空。多分崖ですが。空でいいでしょう。高あて怖いけんど、実質川より安全よ。ゴルゴル、ゴール。ゴールコールされたと思ったら、7面始まりの巻。テンポが速すぎて、気持ちの整理がつかない。ほんでも早く走りたい。巻物まで一飛び。影走りの術。ニンニン。
一気に駆け抜けるで。行っちゃって。雷はここでジャンプ。避けるの上手くなった。やば。黒焦げ。ハイパー影走り巨大フルーツポイント。一発で決まりました。巨大フルーツがないの。巨大牡蠣が現れた。空中もなんだその。空をめちゃめちゃ駆け抜けてる。実は友達のケムマキくん登場。ケイスト活用でハートをたくさん出してもらう。何も取っても効果は一緒。ゴル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 ゴール。8面の末期。ケイスト唱えた次の面の開幕で、ケイスト使えないの何とかなりませんかね。と、苛立ちを隠せない様子。使った魔法は埋まったまま、次の面まで補充できない。なかなか考えられたシステムです。肝臓くんはお化けに囲まれとって、それどころでなかったん。失礼しました。忍術集めとくわ。影走りと発泡手裏剣取りましょう。影走りの術。そんな掛け声してたのなんとなく覚えてる。覚えとる。曲が変わった。だけだった。忍術の準備はしとったんやで。白秒サイクないですね。ちっちゃいうちに倒したら5万点のボーナスやで。出現から3秒以内に手裏剣8発を当てると倒せます。金縛りや発泡手裏剣必須や。次の機会に倒しましょう。ついにあれ来たで。ちくわを集めた甲斐がありました。ちくわパパーを解放や。変身。黄金肝臓。ほんでここに有名人が隠れとる。高橋名人です。さらに打ち込むで。撃破。20万点。黄金ハットリの効果でさらに倍。ここにも隠しアイテム。太巻物でした。ちくわ20本集めたら変身できる黄金肝臓。30秒間ハットリくんが黄金になり、その間は敵の攻撃をすり抜け、巨大フルーツポイント。得点もすべて2倍となります。ケムマキくんがハートを出しません。巨大フルーツポイントの効果で敵型も出せんのや。勢い余って巨大フルーツも撃破。しもた。ゴルゴルゴルゴール。スタ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 ート。というわけで、9面スタートです。9面の初めは、肝臓、もう体力がないでござるの巻。回復しましょう。またもやお化けの大群。様子見て抜ける。慣れたもんですね。レベル4のハットリアということを忘れそうや。触るとお釈迦まで絡まれますので。雷の超連射は魔法なきレベル4。音楽が。蔵の入り口の屋根の上。屋根の上を知られるとどうなる？知らんのか？鍵が出る。知ってやがった。ちょっと遅らせてとるで。鍵ゲット。ワープの術でござる。ニンニン。適当なことを言っています。割と長いな。でもこれは飛ばしたくないですね。楽しいワープの時間やし。忍術稼ぎは容赦なく飛ばす。稼ぎはマーさんがやっとけばええんよ。ヘイストの魔法ゲット。使わないんですか？次の面の開幕に温存よ。このステージも後半ですし、それが良いですね。巻物一つ出るな。しかし忍術は全て揃っています。影走り使って巻物取るか。それは？あれ？しもた。使った忍術は使用中は補充できないのです。わっせとったわ。諦めて父上の仕置きに。ゴール。ゴルゴルゴル。10面スタート。あの禁断の秘術を使うで。ついに。うささりの術。使いよった。ジャンプ連打しとったらクリア確定よ。延々ジャンプを繰り返す映像をご覧ください。この辺りのもしっかり取っていくで。巨大フルーツポイント。巨大フルーツの玉ねぎ。来なくなっちゃいましたね。雷忍者に出番が変わってしもたな。ムササビ使用中なので、敵の玉封印の恩義も薄い。危な。毒の皮でお釈迦になるとこやったわ。毒の皮は勝手な妄想です。あの万能な服部くんが、普通の水に落ちただけでお釈迦になるわけなんや。なので毒だと。触れたら痺れて、溺れる毒に違いない。勝手な妄想です。強引なムササビで進みたいんやけど。残り体力が少ないので。ロボ取りの爆弾やとか、今は恐怖でしかない。2発食らうとお釈迦です。ケムマキくんを熱望するわ。先ほどは力が欲しくて、川に落ちそうになりましたし。あと体力に。ロボ取りが退場して、雲乗り忍者の変態が現れた。正直助かった。魔法栄翔の準備。金縛りを。ミスした。やったテレンダで頑張ってみる。無理でした。もう諦めてちくわ摘みといよるわ。ちくわ収穫は早送りで。ムササビで逃げる。倒したかった。この辺りの隠しアイテムも出すで。陰謀でした。体力が全回復するので助かりましたね。時間も回復。お化けです。ムササビで逃げるわ。ほんと万能。ケムマキくんが現れた。よりによって陰謀を取った直後に。ほんまやったら嬉しいはずやのに。次の機会に届けないですかね。
体力の回復手段が乏しいですからね。とか言うとったらゴールや。レビテトの魔法で鳥居の上からゴールし、父上に張り付くことができます。本来ですとちくわをたくさん取れる機会。ですがレベル4は鉄アレイが多すぎて悶絶地獄に。11名スタート。忍術稼ぎ体験。2枠空いています。ちくわのなる木発見。乱獲していきましょう。物騒な物言い。甲賀忍者が現れた。コマンド乱獲する。物騒な物言い。カレバシーの術。注意品。甲賀忍者の下を駆け抜ける。どんな問題？雷も避けられるようになりました。任すとき。ヤフー。それでもたまには失敗します。爆弾の雨が降る前に駆け抜け、カラス天狗を相手にせず。ケムマキくん。ハートください。ハートゲット。体力満タンや。岩山を進む。雲のりの手裏剣もかわす。雑にジャンプ。うわふや。ケムマキくんのハートが台無し。巨大フルーツポイント。雲のり忍者が柿に。今までで一番の回収率。めっちゃ取れとる。16個も取れました。気分よくゴールやで。ゴールゴルゴルゴール。12面の巻。やばそう。ヘイストの魔法は11面で使ってしまいました。高飛びの術で代用。ムササビもありかと。ムササビは強すぎる。さすがのマーさんも自粛や。肝臓くんが優秀すぎたか。気の幹のままでこの強さよ。手裏剣打ち放題。ちくわですか？収穫しとく。取り尽くしました。ロボトリが厄介。聞いていったので進みましょう。また現れる。騙されたか？爆弾の隙間で避けることができました。毎回あんな感じで避けれたらええんやけどな。ロボトリの爆弾はそれなりに脅威。ちくわや。集めるんですか？どないしょ？次々と雲のりが来ます。ここはやめておいた方が。あと1本だけ。また体力不足で泣くのは嫌ですから。これで切り上げる。先を急ぎましょう。お化けの集団。さらにその先は崖。やばくね。追い詰められました。なぜか避けてくれた。チャンス。逃げるやで。高飛びの魔法を使っていてよかったですね。適当なファイファンの魔法が思い浮かばんかったんかいな。恥ずかしながら。雷や。ヘイストなしで避ける術をまだマスターできていない。その通り。うや。めった打ちだ。上登って倒す。気をつけて。おう。風前の灯火。それでも倒すで。諦めない心。何かありますか？巨大フルーツポイントや。ひとまず安全に。みかんが逃げていきますね。悲しみ。今度は突っ込んできた。よっしゃ。9個取れました。高速じゃ。しかし全体力は風前の灯火。甲賀忍者とかすっただけでもお釈迦です。気をつけます。ハイパーシーケンの術。画面端まで届くようになります。なんで使ったんですか？このままやったら最後まで使わんと終わりそうやったけん。1回ぐらい使ってあげないとかわいそうですもんね。そんな感じよ。ほんで、お化けがやばい。触れたらお釈迦ですよ。赤手じゃん。お化け地帯、突破。ひーこらひーこら、バヒンバヒン。父上の根城や。ゴゴゴッポゴッポゴーホール。助かったで。カレバシーの術。元気素。開始しました13連。開幕と同時にヘイスト。連クリアしたので体力は1回復。全然安心できんけど、一安心。そんな中でも忍術を回収中。結局また体力の不安を抱えることになってしまいました。また雷か。一発村とお釈迦です。いいタイミングを待つ。なんせお釈迦が見えていますから。ここや。巨大フルーツポイント。雷忍者を無力化。フルーツのナスを回収。力出現。体力回復。風前の灯火を出した肝臓くん。ぐわっ。ダメージ1。このまま駆け抜ける。力欲しいが、フルーツのナスも無視して進む。水雲の術。さらに加速するために水雲。岩山を飛ばして駆け抜けることができるぞ。ちょっと引っかかるんすき。続いて川ゾーン。水雲継続中。そのまま駆け抜けろ。見えたで。ゴルゴルゴルゴールゴーホール。よっしゃ。14名スタート。の巻。連クリ体力1回復だが、体力の不安は拭えない。また雷忍者か。毎回やられています。魔法の栄唱。雲のりの術。十字キー操作で自由に空を飛べます。雷と雲のりを完全封殺。残り体力が3しかないですし、空の危険な戦いは、レビテトで安全に進みましょう。強敵の雷忍者も、真横からの攻撃にはめっちゃ弱いな。雲が消えそう。安全に着地。
こっから先はロボトリか。爆弾2発食らうとお釈迦ですね。無限脇やろうし、倒しても無理よな。民法使いましょう。よっしゃ、怒り火の玉の術。シマルを呼び出し、シマルが火の玉に変身します。原作のシマルの能力を再現した民法ですね。ここに巨大フルーツポイントあるけど、今回はスルーして、雷がやばい。民法使いましょう。めっちゃ積極的。霧が増の術。安全に隠しアイテム出しましょう。太巻物出たで。太巻物ゲット。4つの術が補充されました。バニッシュの魔法はまだ継続中です。ややこしい。霧がのことね。姿を消し去り、物理攻撃を完全に無効化する魔法。漢字で霧がの補充もできそうや。さて、ではそろそろ。ここで20本目のちくわを出して、変身。名人にお出ましいただこうか。2回目の名人がくれる点数は200万点。さらに五本ハットリの効果で400万点。名人が帰っていく。めちゃめちゃ点数入った。さらには白病祭。発泡手裏剣。通り抜けざまに撃破。5万点ボーナスのさらに倍だが。名人の前では霞んで消え失せる。しもた。ケムマキくんのご行為をジャンプで避ける肝臓くん。ジャンピングキャップ失敗やで。体力残りに。全然余裕ないわ。ゴール、ゴール、ゴール。15名スタート。の巻。開幕エースと、このまま駆け抜けるつもりのようです。障害物に引っかかって出花をくじかれたん。川だ。怖い。水雲。割と取りやすい位置にフルーツのみかん。体力回復できますね。力ゲット。貴重な体力に回復。なおも水上を駆け抜ける。ニンニンニン。止まった。隠しアイテムですが。せやで、あの木の上行かんと。雲のりが退場するまで待つわ。出たで。ちょい先出とろう。鍵ゲット。6画面先までワープや。視聴者さんはこのワープ音をお楽しみください。ワープ終了。発泡手裏剣の術取る。カエルやん。カエル久しぶりですね。さっさと諦めて進むことにしたわ。駆け抜けましょう。カラス天狗に追われる。影走りで命拾いや。ゴール絶叫のタイミングを逃した。16面、最終面でござる。のま、き。ヘイストが使えないのは辛いですね。開幕影走り使いたい。ヤフー。謎の体当たり。操作が雑になってしもた。最終面で気持ちが浮ついている。駆け抜きたい。噂では、最終面で忍術の取得はできないそうです。なので駆け抜けるのは諦めてください。へい。雷対策で上から攻める。黒焦げでダメージには嫌なので。ガハハ。真横から攻撃で完封よ。落ちちゃった。あわわ。ヤフー。黒焦げダメージに。カラス天狗が襲いかかる。逃げの一手や。白病祭。準備してませんでした。かくなる上は。心臓。最強呪文、涙カバー。画面全体に 100% デスの効果。敵は回避不能。強いで。入り組んだ建物に潜入。通路が狭いのでカラス天狗の体当たりが怖い。ほんま怖い。甲賀忍者出てきましたが、服部くんは高台にいるので、地面を進むメカニンを倒せません。つまり巻物を取れない。最後の巨大フルーツポイントです。カラス天狗が手裏剣を投げんようになるけど、怖いけん。霧隠れ。15秒間物理攻撃から無敵です。みかんは諦めるしかないか。バニッシュ中は巨大フルーツを取れません。せやったか。霧隠れのおかげで悠々と通れますね。肝臓くんの忍術が優秀すぎや。お化けの巣を目の前にバニッシュが切れそう。つかしたね。失敗。何やってんの？ちょい待ち。シマル。おわ。お化けを倒せる唯一の攻撃や。シマルいないと危なかったですね。この狭い通路にお化けの巣を配置とは、ハドソンさんもなかなかにいやらしい。最後は雲のりがお出迎え。手裏剣がノーダメージってよう考えたらすごい。普通は致命傷。ついにたどり着いたで。来ましたね。ゴーホール。ゴル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 ゴールゴ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 ール。父上とのご対面や。やはり大量の鉄アレイ。最後まで父上の修行は続く。さて、コロネよ、今回はどうだった？無謀やと思えた最高難易度もなんとかなりました。いろいろ忍術を使ったり知らんかった隠しアイテムを漁ったりで、最後まで結構楽しめたでよ。服部くんも笑っていますしよし。それでは、視聴者の皆様、ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、のんびり団員1億人。
はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだとダンの連続のつぶれ。この、次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。